隔離式濃厚接触室っていう1人しか入れない、さっきもう一回今からりんたろーさんやしもう一回と思ったらまた入れなかったです太陽が水平線とかぶってる間、1日の中で2回2分11秒間だけ僕が書いた個人的なラブレターが機械から再生されるという作品ですね、これは。今回のピックアップアーティストは布施りんたろーさんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。布施りんたろーさんです。学生時代から現在まで多くの展覧会に参加するとともに、自らも多数の展覧会を企画するなど、その柔軟な活動で知られています。作品では絵画や映像、印刷技術など幅広いメディアを使いながら、洞窟壁画、情報社会、テクノロジーなどを結びつけ、スマートフォンの登場以降の都市生活で可能な新しい孤独を実践しています。その他2019年に第16回美術手帳芸術評論募集に論考新しい孤独で入選し、執筆活動を開始されるなど活動は多岐にわたります。現在の日本の若手シーンで最も注目されるアーティストの一人です。最初に聞きたいのは、その新しい孤独っていうそのものの考え方ってことですか？まずそもそも僕、孤独って言葉はすごいポジティブな、明るい響きのある言葉だと僕自身は思って使いたいと思ってて、作り手側が孤独であるかどうかっていうのは僕の中ではそんなに大事じゃなくて、見た人、感じた人、体験した人っていうのがギャラリーでも美術館でも、森の中でも何でもいいですけど、そういう場所に行った時にそれまであったつながりっていうものを一回忘れて特別な時間を過ごして帰っていけるような象徴として、なんか洞窟壁画、洞窟の中、それはもう本当に光も届かない、昼も夜もないし、そういう地球の運動からある種隔絶された場所の中で何かが描かれていくことっていうのは、なんか僕の考える芸術っていうものの体験の仕方としてすごく理想だと思いましたし、緊急事態宣言の時に隔離式濃厚接触室っていう1人しか入れない、森山さんがもし見てたら、作者である僕自身すらそのサイトの中にアクセスできないっていうプログラムを書いてウェブサイトを作ったんですけど、それね、本当出た当初ぐらいに人に勧められて見ようと思ったら、もう何回アクセスしようとしても入れなくて、でさっきもう一回今からりんたろーさんやしもう一回と思ったらまた入れなかったです。ちょっとでも多岐にわたると思うので、作品をいろいろ。これはその今年の夏に宮城県の石巻市で行われたリボーンアートフェスティバルっていうのがあって、それに展示した作品ですね。タイトルはあなたと同じ形をしていたかった海を抱きしめてっていうタイトルで、真ん中に見えてるその穴みたいなものは第二次世界大戦中に日本の海軍が掘った人工洞窟で、特攻隊の、人が乗ったまま火薬を積んで敵にぶつかるっていう形で攻撃をするっていうための魚雷を隠すための回転を隠すための場所として掘られたらしいんですよね。でも実際はここに隠されていた人間魚雷は使われることがなかったらしくて、その上でこの穴があったこと自体はもう戦後50年くらいずっと忘れられていて、10年前くらいに地元の小学生がたまたま見つけて、中に直径3メートルのバルーンが置いてあって、でそのバルーンというのは人間魚雷と大体同じくらいの直径なんですけど、そのバルーンの上に投影された僕の右手の影を青いスプレーでなぞったっていうのが書いてあるんですけど、でもバルーンも影もスプレーの塗料も何かを付け足したようでいて、すぐに飛んでなくなっちゃうようなものたちだけで、人がいたかもしれない痕跡を見てもらうみたいな作品になっていますね。これは目の前のこの手前にある階段はこれは余震がやっぱりまだありまして、余震が来ると天井が剥落して落ちてくるんですね。入れないようにするっていう機能と、見下ろしてもらうっていう機能がありますね。階段を上って。なるほど。実際には中に入れず、でこの階段外から眺めるか、この階段の上から見下ろすという。そうですね。なるほど。2017年から今日まで継続してスプレーで絵を描くっていうのをずっとやってまして、ネットで知り合ったけど名前も知らないしどんな人か知らないけど
顔だけ知ってるような人、つまり自撮りを上げてるから、で DM とかでやり取りはするけど別に会うわけでもないみたいな、そういう人たちがいて、なんかこの人たちと自分の間にある距離っていうのを絵に描けないかなと思って描き始めたシリーズがこれでして、でスプレーだけで描いてるんですよね、これも。でスプレーって近づいたら垂れちゃって遠ざかるとボケちゃって、でもその垂れたりボケたりっていう描けば描くほど形が曖昧になっていく時間自体が制作をするってことになってて、なんか自分の描写っていうのを積み重ねれば積み重ねるほど何かがどんどん遠くに行っちゃう感じっていうのは、なんか僕の考えてるインターネット越しに人と人が出会ったり恋をしたり親密になるっていうこととすごい似てるかなと思って。絶対に鮮明に描写しうることはないみたいな感覚ないですね。やっぱり屋外で描いてるんですけど、風が吹いたらここで打っても5センチ右にスプレーがしたりとかそうね、やっぱりなんかそういうことがすごい面白くて、やっぱり僕が描いてるっていうよりも僕はただなんか描かされてる感じで、なんか人力で iPhone のカメラ向けたら顔に四角が出ますけど、あれを人力でずっとやって画面の中に顔を探し続けて、顔を探せたなって思ったら手が止まるみたいな、なるほど、そういう感じで絵を描いてて、なんかこれはすごい僕の他の制作の根底をなんかなす大事な仕事になってるなと思って。これは熱海のホテルのバスの待合室で、やってることはすごいシンプルで、太陽が水平線とかぶってる間、つまり日の出の瞬間と日没の瞬間、それが2分11秒なんですけど、水平線があって太陽が顔を出して出し切るまでと、沈み始めて沈み切るまでの1日の中で2回2分11秒間だけ僕が書いた個人的なラブレターがその間だけ機械から再生されるっていう作品ですね、これは。でいつまでも明け続ける夜の中でっていうタイトルで、その時間にたまたま来た人だけが見れる聞けるっていう作品。行ったんですけど、見れなかった。そう作品自体は上映は見れなかった。いや全然なんか全員が見るような作品でもないなと思いながら、むしろ見たり見れなかったりするくらいの方が、それもなんかさっきの絵と一緒で、ラブレターっていうと個人的な思いを綴るものですけど、太陽の運動とか、プログラムとかそういうものだ、僕と関係のないそういうシステムによって僕の思いが自動化されたり機械化されていくことっていうのにすごいなんか個人的には喜びを感じるみたいな。さっきのスプレーねも僕がこういう顔を描きたいっていうのと全然違うところで画面ができていくし、なんかそういうふうに僕っていうものの名前、布施凛太郎って名前とかこの体とか意志とかが制作を通じてどんどんこう透明になっていくようなものを作るっていうことにアーティストとしては喜びを感じています。布施さんはね、作品作られてますけど、同時に執筆とか、展覧会の企画もされていますけど、ご自身の中でそのなんか住み分けというか、役割が違ったりとか何かそういうのあるんですか？最近は2個の言葉で考えてて、1個は描写で、絵描くのは描写だし、文章書くのも描写なんですよね。でそれでどうやってあとは描写するかということの中で、僕がいることの価値が出るなって思うし、もう一方には編集って言葉で最近考えてますけど、映像作品であったりだとか、展覧会であったりだとか、インスタレーションであったりだとかっていうのは、複数の人とか物とか出来事とか社会地球の仕組みとかを組み合わせると何かが起きるっていう中でも、それは描写するのとは違うなと思ってて、その描写と編集っていうなんかその2つのことをなんかやるっていうのが自分の活動かなとか思っていて、でそれを訪れて見てくれた人が一瞬でもその人が持ってる親であるとか子であるとか、最近お金がないとか、芸能人であるとか何でもいいですけど、そういう属性を忘れる時間っていうのをなんか過ごせる場所に僕の作ったそういうものがなってくれたりするなら生きててよかったって感じで生きてますね。これからの展望もしくはその、展示なのか、もしくは自身がアーティストとして関わるエキシビジョンなのか。今27であと 2,3 年で30歳になるわけですけど、20代のうちに自分が人生の中で考えてきたことの全てが
記された本は作りたいですね。なるほどそれは出しておきたくて、社会が良くなる感覚とかが覚えにくい時代だからこそ、なんか小さくてもいいから希望とか明るさっていうものを感じられるような、僕にできるのは一番いいのは文章を書くことかなと思ってて。アーティストとしての展示とかキュレーションはやってきますけど、僕がやらなかったらこの世界から足りなくなっちゃうものっていうのは文章の方がでかいかもなとかも思ってて、それをちょっと先にやっておいた方がいいなって思ってます。じゃあフォーカスしてるのはその執筆ってことですね。これからの活動も楽しみにしています。ありがとうございました。布施さんの作品はMeet Your Artのオンラインショップで特別販売されますので、ぜひチェックしてみてください。以上、ピックアップアーティストでした。ありがとうございました。